今日はアートニュースジャパンかな。最近だと思うんですけど、日本語版が最近やってるんですよね。これがめちゃくちゃ面白くて、情報めっちゃ早いんで、アート業界の大物15人が2024年を大予想っていう記事があって、キーワードは質、アジア、エクイティ。エクイティとは株主資本のことって書いてありますね。2024年の世界のアート界は目まぐるしくも波乱な満ちたものになりそうだ。これは皆さん、この業界関わってる人はなんとなくもう薄々感じていると思います。2023年の売上高は前年比10% 以上の減少となったって書いてあります。まあこれ皆さん思ってると思うんですけど、この現代アートマーケットのピークは完全に2022年だったっていうことにもう決着がついているような気がしますよ。まあこれ一人一人に2024年今年の予想をしてます。一人目、アラン・シュワルツマン、アートアドバイザー。つい最近までコレクターたちは、購買意欲に駆られてアート作品を買っていたが、2024年にはこの勢いはなくなるでしょう。新進作家のマーケットはここ数十年にないほど変動性が増すことが予想されます。コレクターの需要は高まってたけど、結局需要は高まったけど、それを満たすほどのペースで傑作が生まれるわけがないと。近いうちに現代アート作品を手放したいと考える人が急増するでしょうが、この流れに対応できるようにセカンダリーマーケットの持続可能性を支える新しいビジネスが生まれてほしいというのが私の願いですって書いてありますね。オークションが売り上げが伸びるということは、セカンダリーのアートマーケットはアート作品が循環しているので、オークションの売り上げの数字が上がったというのは、内容は同じなんだけど価格が上がった。落札金額が純粋に上がっているのか、それとも売られてる作品が多くなって、全体的にボリュームが増えてるのでは、僕は意味合いが変わってくるなって思っていて、売りトレンドでみんな現金に買える。落札金額はそんなに伸びてないけど、数字が上がってるっていうのは、数が多いからなんじゃないかなって思ったりするんですよね。数字だけで言えば盛り上がってるように見えるんだけど、実は作品がたくさん売られているだけっていう気もしないでもない。はい、次行きます。アレックス・グラウバーさん、アートアドバイザー。多くの人が何年も前からアート市場に調整が入ると予想していましたが、2023年にそれが現実のものとなりました。2024年には利下げを1回それ以上行うと FRB が言ってるんで、ポジティブな展開が期待されるけどもっていうことですね。ただアート市場、特に現代アートのプライマリーマーケットについては不透明な部分があるって、プライマリーマーケットではアートフェアの重要性が過度に大きく、売り手は新たな顧客を見つけて販売につなげる場としてフェアに依存しすぎている嫌いがあります。アートフェア。で、最近特に思うのはアートフェア、ちょっとしたアートフェアブームというか、アートフェアにそのブランドっぽい変な価値観が高くつきすぎちゃってて、200万、300万ブース代だけで平気でかかるんですよね。ホテルのフェアで200万っていうとちょっとびっくりなんですけど、香港とか台湾とかのホテルのフェア、台湾なんか下手したら30万円とか、シングルルームの部屋で、高くても50万ぐらいだったんで、ブース代50万で経費が倍かかって100万だとしても、10万円のものを10個売れば、そのホテルの台湾とか特に細かいものを数売ってペイして利益を出すみたいなやり方だったんですけど、そのホテルのフェアってそもそもそんな大きい作品置けないし、買う、来る人の年齢層も低いし、多分ですけど今年皆さんあんま出ないんじゃないかな。日本のギャラリーも、こんだけまた149円とか円安になって、こんだけブース代高くて経費かかって、本当にアートフェアっていうのがリスクでしかなくなってきてるんですよね。これ書いてありますけど、運営費や輸送費が下がらないと、少ない利材でなんとかやりくりしているギャラリーにとって状況はさらに厳しくなります。マジできついと思いますよ。だからこのアートフェアに確かにすごく依存してたし、アートフェアに出すっていうのがトレンドだったし、アートフェアっていろんな意味で重要ではあるんですけど、手っ取り早く海外で展示ができる一つの方法なんですけど、今年出て来年出ない。で、来年出なくて再来年出るとかってやってても、あんま覚えてないじゃないですか。お客さんって。お客さんも変わるだろうし。
百貨店の週末だけのポップアップと形式はあんまり変わらないわけなんで、よっぽどインパクトを残すとか、地元のギャラリーとつながるとかってしないと、あんまり僕の考えですけど、アートフェアに行っただけでは、海外で活躍してるとか活動してるって、なんか言えないんじゃないかなと思ってて、これからもっと出なくなっていくから、アートフェアに出ていくのが、手っ取り早いお金使って出ていく方法だったんだけど、もっとちゃんと海外に、フェアとかじゃなくて、長期的な交流というか、契約というか、そういうものが、海外のギャラリーとやっていかないといけないのかなっていう、そうじゃないとアーティストもなかなか今後日本のギャラリーも海外に出ていかなくなるんで、いろいろ今までのやり方とは違った方法を僕らは考えていかなきゃいけないのかなって思ってますね。で、次、ベンジャミン・ゴットシルっていうキュレーターさんが喋ってるんですけど、ここ2、3年いろいろアートを見て、作品の質を見極めることを重要視し始めた。市場が変動しやすい環境でも値下がりしにくいのは希少性や質の高い作品であることに気づいたのです。賢いコレクターにとっては良いことですが、ギャラリーに、特に中小規模の店にとってはあまり好ましいことではないって書いてありますね。近いうちに多くの素晴らしいギャラリーが閉籠を余儀なくされるでしょうって書いてありますね。で、ポジティブな予想としては、歴史的に阻害されてきたマイノリティのアーティストたちが発掘されて、アメリカ先住民とか評価されていくんじゃないかっていうふうに書いてあります。これ実はこの人だけじゃなくて、何人かこのアメリカ先住民っていう単語がちょいちょいこの予想の中に出てきてるんですよね。今、アフリカ系の作品がすごいトレンドだったんですよね。欧米で。結構長いなと思って見てたんだけど、今度先住民とかになっていく。結局なんか、そのトレンドってある程度作られるわけじゃないですか。もうすでにそういうのはもう分かっているはずなんですよね。次の人も言ってますね。チャールズ・スチュワート、サザビーズの CEO。この人も2024年も引き続き質がものを言います。コレクターが作品を厳しく選別するため、最高とそれ以外の価格差が開き続けるでしょう。この人も言ってるんですけど、アメリカ先住民はチカーノの作家など、これまではオークションではあまり扱われてこなかったアーティストの作品の需要が高まると思います。で、次の人はマーク・グリムシャー。これペースの CEO ですけれども、世界から注目されるアートスポットとして日本が再浮上しつつありますが、2024年はこの勢いも続くでしょう。我々も2024年春に麻布台ヒルズに新店舗を開設しますって書いてありますけどね。これはあれですね。宣伝ですね。これしか書いてないんだもんだって。で、ローレンス・バンヘイゲン、アートアドバイザー、キュレーター。世界のアート市場では引き続き調整局面が続くでしょう。ギャラリーは参加するフェアの数を減らし、参加する場合でも単独アーティストによる個展形式のブースにするのではないか。コストの上昇と持続可能性の問題がクローズアップされるにつれ、アートフェアのための海外渡航を控える人が増えると思います。主要なフェアはかなり地域に特化したものになってきますし、コレクターの関心も地元のフェアやアーティストに向かう傾向にあります。特に日本人きついですよね。これはまあ海外の見方でこうなんだから、やっぱり現象というかまあ厳しい世界になっていきますねってまあ話ですよね。それはまあそうだと思いますけど、でもこうわかんないんですよ。で、結局、いろんな僕もレポートを最近見て、まあレポートを最近見てっていうか、年末からこの時期いっぱい出すんですよね。2023年のまとめっていうのをどこも出すんで、まあ一応目を通すんですけど、比較がだいたい2000年初頭とかの比較で10倍です、20何倍ですみたいなことを言ってんですけど、その間に打たれ強くはなってるんですよ。2000年の比較とね、今のこの比較をするっていうのがそもそも僕はナンセンスだと思ってて、せめてリーマンショックの前に盛り上がってたとこと比較をする方がいいんじゃないかな。まあそういう感じですね。なので2024年は下手に動くととんでもないダメージを受けそうですよね、アートフェアとか。だってアメリカの人が海外のアートフェア行くのきついって言ってんだったら、もうこの円安の日本では本当もっときついですもんね。まあね、アートはやっぱ楽しむのが一番なんで、皆さんで楽しめればいいと思います。それではご覧いただきましてありがとうございました。薬門太郎でした。さようなら。